主役は光合成細菌。光合成細菌は、光のエネルギーを使って、自ら光合成する細菌です。主にアクアリウムなどで利用され、お水の中の有害な物質を分解したり、栄養を与える。水の中で水草が枯れたり、餌や糞などの有機物が増えてきて、腐敗し、空気の少ない状態になると、有害な物質が発生する。人間もいらないものを外に出しますが、魚もエラからいらないものを出します。それがたくさん水の中に増えてくると、魚にとって有害で、光合成細菌はそれを分解してくれる。それは光合成細菌が硫化水素を自らのエネルギーとして使い、アンモニアをエネルギーの材料として使うからです。光合成細菌はアンモニアをエネルギーの材料として自分に使う。アンモニアは窒素を含む物質で、細菌の体の一部になる。そして、光合成細菌が死ぬと、他の細菌に分解され、アンモニアは水草などが利用しやすい窒素となり、栄養になる。その光合成細菌の働きは、水田でも利用されています。下水処理の水質浄化にも利用されています。農業でも活躍しています。主に空気がないところが好きな光合成細菌ですが、空気のある土壌などでは割とすぐに死ぬと言われています。光合成細菌の体はタンパク質、アミノ酸、ビタミンなどでできているので、死んだ後、他の微生物に分解されることで植物にとって上質なアミノ酸肥料になります。そして、放線菌の餌にもなるので、放線菌が増えると、病原菌やカビの繁殖を抑える働きがあることが知られています。放線菌の出す酵素は、カビの菌糸を分解したり、成長を抑えたりする作用があります。細菌の餌になれば、アミノ酸肥料に、放線菌の餌になれば、病原菌の抑制へ。光合成細菌を肥料として使うことで、トマトやイチゴが赤く、甘くなり、イチゴの日持ちが良くなったとの研究報告もあるそうです。植物の葉っぱには、気孔という小さな穴があります。この気孔は、二酸化炭素を取り込んだり、酸素を出したり、水分を外に出したりする働きをしています。普段は、気孔から水分が出ていくことで、根っこから水や栄養が吸い上げられる仕組みになっています。光が当たると、植物は気孔から二酸化炭素を取り込んで光合成を行います。暑い日になると、蒸散が激しくなって、水分がどんどん失われてしまいます。そのままだと葉が乾いてしまうので、植物は気孔を閉じて、水分の蒸発を抑えようとします。でも、
気孔を閉じると、二酸化炭素が取り込めなくなり光合成がうまくできなくなってしまいます。それでも光は当たっているので、葉の中では、チラコイドという場所で、光のエネルギーを使った反応が進みます。すると、植物の中にエネルギーの元になる物質がたくさん作られます。でも、気孔が閉じていて二酸化炭素が入らないと、そのエネルギーを使って糖を作ることができません。すると、余ったエネルギーが葉っぱの中に溜まり、活性酸素という有害な物質を生み出し、葉っぱを傷つけることがあります。活性酸素は、様々なストレスによって体内で増えやすくなります。過剰な活性酸素は、細胞膜やタンパク質を傷つけ、最終的に細胞が死んでしまうこともあります。光合成細菌は、ALA という酵素を作り出す。植物の細胞にダメージを与える活性酸素。ALA は、活性酸素を抑える抗酸化酵素を作るための材料になります。そのため、ALA があると、植物の中で抗酸化酵素がしっかり働けるようになります。また、ALA はミトコンドリアの機能を活性化し、エネルギー代謝を高めることで、生命活動全体を活発にするとされています。葉の中には、葉緑体という細胞があり、その葉緑体の中には、光を吸収する葉緑素がある。ALA はこの葉緑素の原料になるため、ALA を与えることで、葉緑素が増えやすくなる。その結果、光合成の力が高まり、光のエネルギーをたくさん溜め込むことができるようになる。植物が無理なく葉緑素を作れるようになり、負担が軽くなる。根の活性化、根の分岐を増やすとも言われています。書ききれないくらい、光合成細菌にはいろいろな働きがあります。光合成細菌は PSB という名前でよく販売されています。私は主にこれを使っています。EM1 は光合成細菌と乳酸菌、酵母が入ったもの。乳酸菌が入った PSB。乳酸菌など他の菌が入ったものにしています。というのも、初めて買った PSB が臭すぎて。なので、いろいろ探してみたところ、乳酸菌入りのものが臭くなかったので、これにしました。後からわかりましたが、匂いが強すぎるものは雑菌が増えているもののようです。使い方は、水やりも、葉面散布も、1000倍くらいが安心だと思います。昼間に葉面散布すると、葉っぱが焼けることがあるので朝方か夕方が良いです。農家さんは肥料代わりに、米ぬかで培養した光合成細菌を灌水のたびに入れるという記事も見ましたが、
私は肥料としてではなく、補助的に使っているので、週1回から2回くらいにしています。私は、もともと植物に外から頻繁に何かをかけることがあまり好きではありません。それは、植物が本来持っている力を十分に発揮できなくなるのではないかと感じるからです。植物は、自らALAを合成する力を持っています。でも、日照不足や高温、乾燥など、厳しい環境が続くと、そのALAを作る力が、だんだんと弱まってしまいます。さらに、強い紫外線や暑さ、乾燥、病害虫の攻撃などいくつものストレスが重なると、植物の中では、活性酸素という物質が生まれます。活性酸素は細胞を傷つけることもありますが、同時に今ストレスを受けているよという合図の役割も果たしています。この合図を受けて植物は防御モードに切り替わり、細胞を守るために抗酸化酵素を働かせたり、ダメージを修復したりしながら、じっと我慢して頑張ろうとします。しかし、それが過剰になると、細胞を傷つけ、植物が弱ったり枯れてしまうこともあるのです。なので、植物の本来の力を損なわないよう、ストレスをそっと和らげるつもりで使いたい。環境を整えながら、光合成細菌で元気を補ってあげる。